このですね、真ん中にあるもの、もうちょっと分かりやすく説明していきたいと思います。滑走路上に航空機あり、ゴアラウンド。こんにちは、パピガニです。今回も引き続き認証の中のジェット航空定期輸送機パイロット等級。前回は離陸と着陸の訓練をやったんでしたね。今回は実際の認証に挑戦ということになりますが、実はですね、このライセンスの認証試験はそんなに難しくはないです。一回飛行場に降り立つ状態からゴーアラウンドでまた上昇していくという単純にこれだけなのでそんなに難しくないんですけれども、今回はですね、オートパイロットは実際オンになりませんで、目視でね VFR で操縦していく必要があるんですけれども、その時に役立つのがヘッドアップディスプレイなんですよね。で、これの解説を加えていきながら実際やっていきたいと思います。ということで、それでは早速スタートしますね。開始なんですけれども、ここまでは素晴らしい成果でした。ちょっとですね、ここで下がっていきますので、解説を聞きながら。ご存知の通り、今日は通常の着陸は行いません。代わりに緊急時の手順をシミュレーションします。今のところは通常に着陸するときと同じように飛行を続けてください。はい、解説が終わりましたので、ちょっとここでポーズをしますね。そして、このヘッドアップディスプレイの輝度がちょっと低いので、100% まで上げていきますね。よいしょと。そしてですね、ヘッドアップディスプレイの中に記号が見えてると思うんですけれども、この記号の説明をしていきます。前回もちょっと説明したんですけれども、もうちょっとわかりやすく説明していきたいと思います。このですね、真ん中にあるもの、航空機を前方から見たような、真正面から見たような、丸にこう翼があるような記号があるんですが、これがですね、フライトパスシンボルっていうふうに言われます。航空機の軌跡を示してるんですよね。だから今、この軌跡の通り進むと、まさしく飛行場に到達するということになってます。で、だいたい着陸する時のスロープの角度はマイナス3度が適正と言われています。なので、だいたいマイナス3度の位置にフライトパスが設定されているので、これは良い状態です。そして、この上にですね、V の字の長くしたようなマークが見えていると思います。これがですね、ヘッドのピッチになります。航空機自体の機体のですね、角度がこう見ると、ちょっと水平に見えるんですけども、実際には、あそこに書いてある0度なのかな、実際は。この上の方にあるのが5度のラインですよね。で、マイナス5度のラインがここにありますので、ちょうど0度のラインで機体自体は水平に向いていると。上下の関係はですね、水平に向いているという状態で、航空機の軌跡は下にマイナス3度で降下していっているという状態です。はい、そして左側に今度は、左大なりっていうか、右矢印みたいなマークがあるんですけども、この隣にあるんですが、これはですね、航空機の加速度を加味した軌跡になります。なので、例えばここでスロットルを上げると、航空機の加速によってですね、機体は上に登ろうとするので、この、矢印のマークも上に上がっていきます。逆に推力を下げていく、スロットルを下げていくと、この矢印のマークは下に下がっていきます。ということで、推力との関係で将来の降下と上昇、どちらに向かっているかっていうのを示すのはこの矢印のマークです。で、一定の速度で飛んでいる場合は、フライトパスシンボルと、こっちの矢印のマークが、フライトパスアクセサレーションシンボル。飛行経路の加速度シンボルっていう風になってるんですけども、これは一致する状態になるわけですね。だから今は一定速度で同じ方向に向かっていると。加速度0で向かっているという状況になってますね。で、右側にある丸が4つと真ん中に線があってダイヤのマークがあります。これはグライドパスのシンボルですね。今このグライドパスに対して機体はちょっとだけ上の方にあるということを示しています。で、この下にあるのはローカライザーのパスですね。ローカライザーのパスが機体に対して右側にあるという状態です。で、フライトパスシンボルの上にですね、ちょっとちっちゃい丸があるのが見えると思いますが、あれはですね、実はオートパイロットが計算した経路の情報。だから本来はオートパイロットの設定ではもうちょっと上の方に経路があると。操作するときに小さい丸に合わせてフライトパスシンボルを調整していくと、実際の必要な経路、計算上の経路に合わせた形になるというふうになっています。下にあるのはね、これは角度方位ですね。で、上にあるのが機体の旋回角度みたいなものになります。で、左側には
エアスピードで右側に高度がありますというのは前に説明した通りですね。それ以外にちょっと細かい、いろんな符号もあるんですけども、それは置いときましょう。ということで、このですね、ヘッドアップディスプレイの、フライトパスシンボルを見ながら操作をすると、割と簡単にその着陸に臨めるということになりますんで、ぜひ皆さんもこのシンボル意味を知ってね、それを見ながらやっていくのがいいと思います。はい。ということで、ちょっとですね、ここで通常の操作に戻りたいと思います。また例によってね、フライトコントローラーを使っておりますんで、フライトコントローラーで操作していきます。たまにこの、タッチコントローラーも使うんですけども、はい、少しスロットルを絞っていって、速度が下がるようにしたいと思います。今はグライドパスのちょっと上を飛んでる状態になってますね。下がりすぎか。ちょっとはい、ここで、着陸装置を押します。はい、このまま、着陸しちゃうとですね、ちょっとスピードが速いので、もう少しスロットル絞りますね。だいたい離陸と同じスピードを130ノットぐらいで着陸する。ちょっと待てよ。下がりすぎかな。フライトスロープが外れちゃいましたね。よし、私の合図でゴーアラウンドの準備をしてください。はい、ゴーアラウンドする。ちょっと待って。どういうこと？ゴーラウンドするの？ゴーラウンドしました。着陸装置を収納する。はい。フラップを15度に設定。フラップを15度に設定します。はい。で、スロットを上げてるので自然にこう上昇していくんですよね。はい、初期上昇に到達したら違う場所違うわ。もうちょっとこっちか。ここで旋回する。はいはい。今高度が1600フィートですね。スロットルを、上げていくと、特にピッチを上げなくてもね、自然に上昇していきます。これで旋回ポイントに到達する。来ましたよ。ここに到達すると、これで終わりじゃないはずなんですよね。この後に右に旋回するのかな。パターン出口、右に旋回する。はい、で、進路140にする。で、なんか進路モードをオンにする。なかなか、ちょっと待ってくださいね。あれこれをオン。そして、ちょっと待って。オートパイロットをオンにする。これで、手を離しても大丈夫なはず。オートパイロットは動作しましたね。で、高度が3800なんで、ちょっと降下していく形に、下降していく形になると思いますんで、スロットルを下げましょう。なんか意外と上昇しすぎましたね。で、オートスロットルはオフなんで、スロットルは自分で操作しないといけないはずなんですよね。で、これで、高度が3000フィートになった時点で、多分終了になると思います。素晴らしい飛行です。専門分野を習得しています。素晴らしいジェット旅客機のパイロットになれることは間違いありません。はい。ということで、フラップの最大速度を超えてしまったというのがあって、A で合格できました。ということでですね、一応これは先ほどのような手順を追えば、すんなりというわけではないんですけども、割とそんなに難しくなく合格できると思います。で、これに合格したら何ができるようになるかというとですね、専門分野の中では、航空機のこの旅客輸送、航空会社、
これができるようになります。なので、航空会社は新たにね、設定することができるんですよね。ただし、注意しなくてはいけないのは、この特に大型機を購入しなくてもね、この会社の設営はできるんですけれども、まず設立費用が15万クレジット。で、最低の航空機の購入額は19万4000。まあ、これでもいいんですけれども、ボーイングの747はですね、これ最高額ですけども、1億7000、クレジットなんで、まあ、1億ぐらい稼がないと航空機ボーイングとかはまあ買えなさそうですね。いつになったら買えるのかっていうのはちょっと疑問なんですが、まあそのうち買えるようになるんでしょう。ということで、じゃあ何ができるかミッションの方ですね。可能になったミッションはこれです。ソウルから千川、ジン川、これなんていうんだろうに行くボーイング 737MAX でのフライトができるようになりますと。経路的にはこの辺からちょっとね、韓国のソウルを越えてピッパンっていうのかな。というところに到着するという、まあそういうミッションが待ってます。これが1回できたら、次々と民間航空機のミッションができるようになるということで、はい。ただ、まあ航空機をね、購入するっていうのはかなり難しそうなんで、これどういうふうに展開できるかっていうのはちょっと私も想像つかないんですけども、まあ一回やってみてね、この辺の航空機の扱いっていうのをできるようになっていきたいと思います。ということで、まあ、今回はこんな形で最後から2番目のライセンスを取っていったんですけども、大型貨物評価がもう1個あるんですけども、ここまで来ました。まあ、引き続きこの辺のライセンスの取得方法とか、見ていきたい方はチャンネル登録をよろしくお願いします。また今回のヘッドアップディスプレイの説明とかも良かったと思った方は、いいねボタンも漏れなく押していただけると嬉しいです。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。それでは、Good day!Papadani VR 614, leaving my channel space, push subscribe button is approved. Good day.